みんな、ワンピースって漫画知ってっか？駅のあちこちに現れた巨大なポスター。そしてファッション誌のグラビア。今、少年向け漫画「ワンピースが空前の大ブームを呼んでいます。ワンピースの最新刊は本日発売です。累計発行部数は2億を突破。その売れ行きはとどまるところを知りません。もうお化けですよねもう売れすぎて。ワンピースは冒険と友情の物語。それがなぜか子供だけでなく大人をも虜にしているのです。番組ではさまざまな角度からワンピースの秘密を徹底分析。見えてきたのは人とのつながりを求める人々の思いでした。絶対確実に結びつき合っている、裏切られない、つながっている、そういった思いをやっぱり誰も感じてみたい。日本中を席巻する漫画「ワンピース」。そのヒットが投げかけるメッセージを見つめます。こんばんは、クローズアップ現代です。大ヒットとなっている漫画「ワンピース」。このテーマが決まってから私も読み始めたのですが、物語は一見すると非常に単純です。主役は海賊を目指している少年ルフィ。ルフィとその仲間たちが冒険の旅を進める中で、自分たちよりも強い敵に行く手を阻まれながらも最後は強敵を倒していく。娯楽作品にはよくあるパターンの物語が展開されていくのですが、出てくるキャラクターたちはそれぞれ社会から排除されていたり、トラウマを抱えたりしているなど非常に個性的。そして仲間同士非常に強い絆で結ばれています。価値観が多様化し、メガヒットとなるコンテンツが生まれにくいとされている中で、1997年に連載が始まったこの作品、最新刊は380万部、初版としては国内記録を塗り替えるなど、その勢いは衰えるどころか増すばかりの状況となっています。そしてこの漫画を買っている人の大きな特徴ですが、こちらご覧いただきましょう。大手書店の購買者層を分析した結果なんですけども、18歳以下が1割程度、9割近くが20代30代を中心とする大人たちが占めていたのです。とにかく泣けてくるという読者が多いこの漫画。この漫画の一体どのようなところが人々の共感を呼び、そしてそれは人々のどのような心の風景や社会の現実を映し出しているのでしょうか。俺はモンキー D ルフィ、海賊王になる男だ。ワンピースは主人公ルフィが伝説の財宝を求めて冒険を続ける物語です。あいつもあの技使えるみてえだ。まとめてかかって剣術や武術の達人、そして狙撃の名手など、仲間たちと共に行く手を阻む敵を倒し航海を続けていきます。ジェットピストル。この一見単純な作品が今多くの心を掴んでいます。海賊王に俺はなる俺はなるなってくれ。家族揃ってワンピースファンの味岡さん一家です。生物の種族とか。リビングには登場人物のフィギュアがずらりと並びます。 UFO キャッチャーとかお菓子のおまけとか、これにはお金をかなりつぎ込みまして取りました。アニメの放送日には家族揃ってテレビの前に陣取ります。まずファンになったのは長男の武道くん。
かし次第に母親の美穂さんも虜になっていったといいます。さん、ルフィ君、前を走れ。この日物語はクライマックスを迎えていました。主人公ルフィは様々な試練を乗り越え、敵に囚われていた兄エースの救出に成功します。貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。そこに立ちはだかる強大な敵。一瞬の隙を狙われたルフィ。その時エースは自らの命を投げ出し、弟ルフィを救ったのです。家族思いとか兄弟思い、仲間思いとかがすっごく強いので、そこが出るともう弱いですよね。グーって掴まれるというか。ワンピースには仲間のために身を投げ出し困難に立ち向かうというテーマが繰り返し登場します。美穂さんはそのひたむきさを子供たちにも学んでほしいと漫画を全巻揃えました。仲間とか家族の時に力を出せるような、そのぶれない自分の中の芯を持ってるような子に育ってほしかったので、それがワンピースさんもズバリその通りだったので、もう見てこういう風になってほしいなっていう思いで一緒に見てます。今回番組では1000人を対象に大規模なアンケートを行いました。そこには深いつながりを求める人々の思いが綴られていました。自分に余裕がなくて友人を傷つけてしまった時があった。ルフィの仲間を思う姿を見て、友人はかけがえのない存在であることに気づかされた。戦闘力も気持ちも弱いウソップやチョッパーでさえ仲間のために敵に立ち向かう。強いだけが良いわけではない。人とのつながりという観点からワンピースを読み解こうとしている研究者がいます。ネットワーク論が専門の安田由紀教授です。主人公ルフィと仲間たちのつながりには一つの特徴があると指摘しています。一つ一つの冒険を乗り越えて壊れない、そういった太い頑健なつながりに彼らの関係がやっぱり進化していく。そこがやっぱり面白いところです。固い絆で結ばれているルフィとその仲間たち。そこに新たな仲間が加わったとします。例えばロビンという女性はあることがきっかけでルフィの仲間となります。その後敵が介入。ロビンの弱みにつけ込みルフィたちへの裏切りを強要します。しかしルフィたちはロビンへの揺るぎない信頼を貫き通すのです。ルフィたちは敵を退けロビンを取り戻します。するとそのつながりはさらに強固になるのです。こうしたことを繰り返しルフィの絆の輪は次々と広がっていきます。この揺るぎない信頼こそが読者の心を掴んでいると安田さんは見ています。絶
対的に切れない関係に皆さんは惹かれて、現代社会にもそういったものを求めながら、それがうまく実現できてないっていうもどかしさがあるんじゃないのかなと思います。社会で失われつつある絆の物語、ワンピース。作者尾田栄一郎さんのメディアへの露出はほとんどなく、謎に包まれています。こちら仕事場の中に。今回特別にカメラが入った尾田さんのアトリエ。その机は本棚に囲まれ、外光の入らない部屋の隅にありました。週に一度の休み以外は20時間もの間、ここで作品作りに打ち込んでいるといいます。その書棚には人気者や黒澤監督の全集など日本の名作映画がずらりと並んでいました。改めて尾田さんにインタビューを申し込んだところ、1枚のイラストが机の上に置かれていました。インタビューは受けねえぞ。取材を頑なに拒む尾田さん。かつてその出演を実現させた人がいます。どうも、こんばんは。どうぞ。スタジオジブリの鈴木敏夫さん。宮崎駿さんを長年陰で支えてきた名プロデューサーです。まあ彼にここに座ってもらって。鈴木さんは2年前、尾田さんをラジオ番組に招き、対談を行ったのです。ワンピース読んでね、最初の感想、人気者だね。はっきり言うと。大好きです。好きなんだ。7人の侍をイメージして。やっぱりそうだよね。そうなんです。そう思った。盗賊と化した野武に苦しめられる能見。彼らを救うため、7人の男たちが命がけで戦いを挑む黒澤映画の傑作、7人の侍。仲間を救うためであれば、どんな強大な敵に対してもひるまず立ち向かう。そんなルフィたちのルーツは、かつての名作の中にあるというのです。仁義なきが。座頭市とかああいうの見てないですか？座頭市も見てると思います。全部見てると思います。その時代、一時代を築いたエンターテインメントに興味があるんですよ。日本人の魂を変えていこうと思います。かつて日本人を熱狂させた名作の数々。そこに描かれている古き良き日本人の姿がワンピースには投影されていると鈴木さんは見ています。それこそ高倉健さんとかね、鶴田浩二とかね、それからまあ日本の古い映画もみんなそうなんだけれど、人のために何かをする。俺は自分のことをやるよりもそっちの方が大事で、まあ極端な場合それによって自分が死んじゃう、そういうこともあるんだっていう。現代ってね、みんな自分のことばっかり考えてる時代じゃないですかねえ。そう人のことをあんまり考えない。だから非常にその時代としてなんかね、人のことを考える漫画がいろんな人に支持されてるっていうのは面白いですよね。ワンピースは時に人の生き方をも揺さぶります。茨城に住む40歳になる佐々木貴平さん。登場人物のある言葉を胸に人生のどん底からの再起を果たしました。ワンピースは非常に大事なものなので、このように座右の書はワンピース。並べてあります。何度も何度も読み返し、気になる言葉には付箋をつけています。私が一
ぱりもういの一番にこう聞かれて答えるとすればこの生きたいっていうシーンなんですね。もともと佐々木さんは腕利きの営業マンとして長年第一線で活躍してきました。しかし景気の悪化で状況は一変します。成績は低迷、上司から罵倒されながらの連日の深夜残業。それでも佐々木さんは自分を鼓舞し必死で働き続けます。しかし4年前のある日、突然会社に行けなくなります。うつ状態に陥っていました。実家に引きこもり、誰とも会わない日々が続きました。なんて価値のない人間だろうなと思ってましたね。それまでやってきたことを全て無駄だと思いました。ちょうどその頃、弟が勧めてくれたのがワンピースでした。一人の女性の境遇に強く引きつけられます。その特殊な能力ゆえに世間から疎まれて育ったロビン。生きる気力を失い、抜け殻のように生きていました。しかしルフィたちと出会い、仲間を信じる心が芽生えたロビンは、長年押し殺してきたある言葉を発します。生きたい。自分は生きる価値がないと思い込んでいた佐々木さんは、この言葉に思わず号泣したといいます。俺も生きたい。俺も生きたいって思いました。生きて、まだやってないことをやらなきゃ、それをやり遂げなきゃダメだなって思いましたね。背伸びをしなくてもいい。自分のやりたいことをやればいい。人と競い合うのではなく、人を助ける仕事がしたい。佐々木さんは理学療法士を目指し勉強を始めました。専門学校への入学も決め、新たな道を歩み始めています。人を癒すっていうことで、私は人の、お役に立っていこうと。私にとってはワンピースは単なる漫画ではないです。これね、メッセージだと思って、強くその自分の心に刻んでいくと思います。今夜はメディア文化論がご専門の江南女子大学教授馬場信彦さんにお越しいただきました。ワンピースはただのその漫画ではないと言い切ったその佐々木さんのように人生を変えられた方までいらっしゃるんですけども、今やこの14年連載が始まってから4年経つ中で20代30代を中心とした大人たちがほとんどを読んでいるという、このヒットの理由っていうのはどうご覧になりますか？まず世相背景との関係がすごくあると思うんですよね。でそれが1997年にワンピースの第1巻が刊行されていると。でそれちょうどバブル景気が崩壊してその経済の停滞期に入っていく時期と重なっていると。でそうした中で新卒者っていうのも就職氷河期っていうのに突入していきますし、あるいは企業は終身雇用を廃止したりとか、あるいはリストラを大きく行っていくと。でこうした行き場を失ったような閉塞感が大人だけではなくて子どもにもあると。で同時に携帯電話とかインターネットってのは非常に普及していくと、
ネットの中で個人の世界が拡大していきますが、同時に孤立感も深めていく状況もあった。で、ネットいじめっていうのはそういうことですけど、何かそこで無記名の匿名性によって攻撃されるんじゃないかっていうような、そういった不安感もあった。でそうした終身雇用の崩壊とか中高年リストラの状況の中で、一流大学や高学歴者しか認めないようなその社会っていうのが何か出来上がってきたんじゃないか。でその前にはですね、やっぱり努力すれば何にでもなれるとか、あるいは個性を非常に尊重して、そして世界で一つの花になればいいみたいな言い方が代表されるんですね。そうした価値観が、個性を尊重した価値観が無意味なんじゃないかって思い始めた時期じゃないかと思うんですね。でこれは本当は無意味ではないんですけど、大人たちはそうしたものを、肯定しておきながら、でも一方ではですね、夢を追わずに現実を見ろという大合唱が始まっていったと。こうした理想と現実と、本音と建前が乖離していく状況が、このワンピースの連載と重なっていったんだと思います。そうするとなかなか自分たちが努力してもなかなか報われないというような、感じの社会状況の中で、このワンピースというのは、つまり出てくるキャラクターたちの多くがやはりこの挫折をしたり、トラウマを抱えてたりするわけですけども、そこはどういうふうにしてその社会状況、精神状況に置かれた人たちと心に響くんですか？そうですね。一つは挫折といっても何か大きな挫折ではもちろんなかったかもしれないですし、社会の人たちは、だけど何か不安は漠然として持ってるわけですよね。でルフィたち、行動している仲間たちのここで描かれているのは、過去に対しての非常に後悔とか、あるいは挫折感、あるいは劣等感、あるいは欠落感といったものが、心に秘められているわけです。でそうした意味ではですね、非常に無力感がある中で、彼らそのものが自分自身をどうやって肯定していくのかというところで、アウトサイダー的な役割を与えられているわけですよね。これは海賊という役割になっていますので、言ってみれば社会の、一つのエリート主義とは違う、海賊というような別の存在を与えられていくと。でそうしたところでその無力さっていうのは、過去のことをそこで無力だと感じるんですが、それを仲間が支えていくような構図になっていく。で仲間の意識によってその過去のことが、実際過去が襲ってくるわけではありませんので、そしてその未来に対して仲間と一緒に一歩踏み出していけるような、そういう価値観を繰り返し反復して物語を語っている。そこに共感があるんじゃないですかね。私ども番組のためにアンケートを行ったところ、多くの人がこの番組漫画を見て、仲間の大切さ、仲間を信じるっていうことに非常に共感したとか、それに気づかされたっていう結果が出てるんですけども、反対にその仲間ということが今の社会ではどうなんでしょうか。関係が希薄だとか言われますよね。そのワンピースで描いている社会とは違うものが現実にはあるんじゃないですか？それは空気を読むっていうことが最近流行って、そして例えば学校大学なんかでも空気読めないんじゃないのとかね、企業もコミュニケーション能力が大切だっていう言い方をするわけですよね。でじゃあその空気を読むって何かっていうふうに考えますとね、この空気を読むっていうのはやはりその場の雰囲気を瞬時に察知して、そしてそのコミュニケーションを円滑にするような技術のように考えられているわけなんです。そのように受け取られているわけですよね。で就職活動においてそのコミュニケーション能力が大事だってことはもう散々何年にもわたって企業はそれを言い続けてきたわけなんです。でそうしますとね、本音で語るっていうことが実際できなくなるわけですよね。つまり本音で語った途端にそこで非常に衝突が起きてしまうと、あるいは変なやつだと思われてしまうと。でそうした時にはそれを空気を読むっていうのは自分のね、そういったものを回避するために、読んでその場を作ろうっていこうとすることだった。でそういったところには実は本音で語れるような仲間っていうのはなかなかできづらくて、同時に仲間が欲しいという気持ちもそこではあるわけなんです。でワンピースですと本当にお互いがぶつかり合いながらかなり無鉄砲な行動が次々と繰り広げていきますけれども、やっぱりそうしたぶつかり合いながらの絆を深めていく姿にも共感があるのかなと思うんですけども、こうしてワンピース
に共感する人々がこれだけ多いということから、この社会に対して、どういうその人々の心の風景が隠されているというふうに思われますか。で、何をすべきだとお考えでしょうか。何をすべきだという問題なんですけど、やはりですね、結局その本音と建前は乖離しないことを求めていると思うんですね。で、社会もその部分で非常になんていうかな、本音と建前をこう分けて考えたらいいんじゃないかって考えて、そうではなくて、夢を夢として語って本気で語ったことを笑わないような社会、それをやっぱり僕たちは求めているし、それが大切なんだと思います。実現できないかもしれないけど、夢を夢として語って、それを笑わない社会。そうですね。どうもありがとうございました。馬場信彦さんとともにお伝えしました。